どうも YouTube です。お疲れ様です。さて皆様、人生で初めてやったテレビゲーム覚えていらっしゃいますでしょうか？私はですね、子供の頃トランスフォーマーが好きだったということもあって、親が買ってくれたファミコンのコンボイの謎、今でもよーく覚えてますよ。全くクリアできなかった。幼稚園児にクリアできるわけがない。まあコンボイの謎の話は横に置いといてですね、我々世代は幸運なことにゲーム機の進化っていうのを目の当たりにしてきた世代であります。そんな中で衝撃を受けたゲームっていうのは数々あるんですけれども、自分の中でやっぱり一番の衝撃だったのはファイナルファンタジー7ですね。はい、そういうことで今回作ってくるのはこちらです。バンダイのリミテッドモデルクラウドストライフです。クラウドについてはもはや説明不要ですね。ファイナルファンタジー7の主人公です。こちらのキットちなみに定価は1000円です。このパッケージのゲーム画面から持ってきたクラウド、今見るとなかなかのポリゴンっぷりですけれども、当時は画期的だったんですよ。FF7 最近リメイクがあったんで、若い人たちが知ってるのはもしかしたらこっちのクラウドかもしれないですけれども、我々世代の知っているクラウドといえばこっちなんですよね。懐かしすぎる。さて、勘のいい皆様ならお気づきかと思いますけれども、ファイナルファンタジー7のリミテッドモデルってクラウドだけじゃないですよね。ということで、もちろんエアリスも手に入れてあります。こちらのキットも定価は1000円となっております。私、中学生ぐらいの時にこれ一回チャレンジしたことがあるんですけれども、まともに組めなかった記憶が蘇ってきますね。ちなみにこのエアリスさん、リメイク版ではこんな感じのキャラデザインになってまして、激カワお姉さんになってますけれども、我々世代の知っているエアリスといえばこっちですよね。リメイク版の方が若返ってる気がするな。クラウドに関しては初見なので、どういう内容なのか大変楽しみです。おお、バスターソードが見える。大きいですね。郵便番号が5桁。古い。締め切りが平成9年なんでもう送ってもダメですね。成形色はフレッシュ一色。いつも通りといった感じ。で、説明書。これですよ。クラウドといえばこの設定が塗装見本載ってますね。おお、改造例。これを改造できる猛者が果たしているんだろうか。組み立て工程は全部で3つか。すごい。相変わらずだ。ポーズを変えてみよう。なるほど。切ってパテで加工にチャレンジしてみなさいと。まるでボンボンだな。ランナー構成はこちらの2枚です。で、当然アサフレックスですね。軟質樹脂です。柔らけー。こっちももちろんアサフレックスで柔らかいですね。あとは水転写デカールが付属しております。2セットあるのは一応予備なのかな。それでは組み立てていきましょう。まずは頭から組み立てろと説明書にありますので、その通りにいきます。柔らかいなアサフレックス。この独特の切り心地好きになれんな。実はですね、そのうちちゃんと塗装までしてやりたいなという思いがありますので、ゲートはちょっと残し気味で作っていこうと思います。はめるだけで固定できる部品もあるんですけれども、基本的には接着をして組めということになっています。後々塗装するかもしれないということも考えて、今回は仮組みでいきます。接着剤は使わずに
マスキングテープなどで固定して組みます。組み立て工程は3までしかありませんし、部品点数的にも部品構造的にも組み間違えることはまずないので、とりあえず部品全部切り離しちゃおうかな。よいしょ。これで部品は全部ですね。ちなみにこのベースなんですけれども、めちゃくちゃ反ってます。全然まっすぐじゃない。で、これ修正するのも正直めんどくさいんで、これは使わないことにします。今時100均で似たようなものいくらでも買えますしね。さて、普通に組み立てていくと、ここが意外と鬼門です。全く意味のないボールジョイントが3箇所もある胴体。これ、挟み込みしなきゃいけないので、部品がポロポロ落ちます。この3つを落とさないように挟み込む。イエイ、できた。できました。胴体の固定がこのままだと弱いので、後でマスキングテープで補強しておきます。足の固定が本来なら接着なんですけれども、今回はとりあえず仮組みにしておきたいんで、これマスキングテープで止まるかな。まあなんかうまいこと止めましょう。見栄えがかなり悪いですけれども、結構ガチガチに止めてやらないとあっさりバラバラになっちゃいますね。困ったもんだ。ラッキーなことにバスターソードは歪みがありませんでした。このまま持たせちゃいましょう。よいしょっと。ここもなんかゆるーく持ってる感じですね。LM モデルのクラウドストライフ、とりあえず仮組み完了しました。当時の設定がをもとに立体化されてると思うんですけれども、造形に関しては個人的には特に文句はないです。すごくよくできてるんじゃないかと思います。細かい装飾品の造形なんかも結構きっちり作ってあって、あれこんなにいい感じだったっけって思い直しているところです。そう、アサフレックスじゃなければね。お前なんでそんなアサフレックス言うんやねんっていう話なんですけれども、ちょっとこれを見ていただきましょう。ここにパーティングラインがあります。普通のプラスチックならこれカンナ掛けすればあっという間に消せるところがですね、デザインナイフでゴリゴリやったところでパーティングライン消えてるかと思いきや毛羽立っていく一方です。素材がめちゃくちゃ柔らかいがゆえにですね、加工するのがとてつもなくめんどくさい。じゃあこのパーティングラインどうするのがいいのかっていうと、自分の中で今のところ正解はめちゃくちゃ粗いヤスリでひたすら削る。もうこれでもかってぐらい削る。そうするとまあ削れんこともないなっていうのが今まで LM モデル作ってきた中で得た教訓なんですけれど、もうぶっちゃけね、すっげえめんどくせえ。もうこれ全身やるとか本気で考えたくない。さらにですね、この目のあるヤスリでガシガシやっちゃうと、細かい造形の部分を間違って削ってしまった時に、それをリカバリーする手段っていうのがちょっと思いつかなくて、正直あんまりいい手ではないなというのが今のところの感想です。造形が結構いいだけに、これどうやって作ろうかなって悩みつつ、最適機械が見つかるまではとりあえず放置することになっちゃうのかな。困った。はてさて困ったなと思いながらもエアリスを開封していきます。このキットは一度作ったことがあるんで、内容についてはよく覚えています。当時の設定が。今見ても全然可愛いと思いますけどね。で、設定が準拠で立体化されてますね。はい。で、組み立て工程は、クラウドと一緒で3でおしまい。おっと、ちょっとセンシティブなものが見えてるような気がしますね。ああ、記憶が蘇ってきた。中学校時代の記憶が蘇ってきた。ポーズを変えてみよう。
もうね、絶対こんなことやってる余裕はないです。普通に組むだけでいっぱいいっぱいです。ランナー構成はこんな感じです。でもって当然のように朝フレックス製です。もはや説明不要ですね。水転写デカール製の目が付属しています。なんかシミがついてますね。白いところも黄ばんでるし、使えるかどうかちょっと怪しいですね。エアリスも組み立ては頭部からなので、そこから作っていきましょう。こちらもパーツ数は少なく、組み立ても簡単なんで、組み間違えたりそういうことは基本的にはないと思います。ブーツが別パーツになってるんでね、そこの左右だけ間違えないように注意ですかね。エビフライではなく編み上げのポニーテールですけれども、この部品ももちろん真ん中にパーティングラインがびっしりです。こんな複雑な形のパーティングラインを全部消すとか本気で考えたぐらいですね。もう絶対地獄を見る。どうも前髪の密着感がいまいちで、これもしかしたらピンが歪んじゃってるかもしれないですね。今回は仮組なんでとりあえず無視していきますが、最終的には接着することになるんでピンは切り飛ばしちゃってもいいかもしれません。作ったこの顔作ったぞ。20年以上前に1回作った。懐かしい。造形的にはそんなに悪くないと思うんですけどね。素材がね。中学生の頃ならきっとモヤモヤしたであろう部品がありますね。おっさん的には YouTube 様にセンシティブ判定されないかどうかだけが非常にモヤモヤします。ブーツは左右で違う部品なので間違えて逆に取り付けないようにしましょう。これは逆ですね。くっつかないです。はい。間違えると足が変な方向向くんでさすがにわかるとは思いますが、この部分のはめ合いは正直あんまりよろしくないです。腕周りもですね、腕輪とか結構繊細な造形をされてるんですけれども、このパーティングライン消してると間違いなく部品が潰れると思います。センシティブ判定はやめて、スカートの部品は前後で大胆に分割されています。この部品、お尻周りが妙に気合の入った造形をされてまして、当時の開発担当者の意気込みが伺えます。ここね、この尻ね。本体が組み上がったら最後にロッドを持たせるんですけれども、残念ながらこのロッド歪んでおりました。これは正直プラボで作り直した方がいいかもしれませんね。今回はとりあえず持たせておきます。ほらめっちゃ歪んでる。いいや、持ってってください。リミテッドモデルのエアリス・ゲインズブール仮組できました。いやー、昔のこといろいろ思い出しちゃうな。なんで1000円も出してこれ買っちゃったんだろうって当時は思ったもんですよ。あの当時の技術力でこんなんまともに組めるわけないじゃんね。なんなら今の自分でもまともに組める気がしないですよ。改めて組んだ感想ですけれども、やっぱりクラウドと同じような感想が出てきます。造形自体は悪くないし、細かいところの造形も非常に凝っている。ただし素材がクソ。子供の頃は気づかなかったですけれども、スカートのお尻の部分のシワの寄り方がなんかすごくいいっすね。せっかくなので2つ並べてみました。2つ並べてやっと気づいたんですけども、この2つ成型色が微妙に違いますね。クラウドの方が若干茶色みが強いかなというところです。そんなとここだわらんでええから、成形素材をそもそもなんとかしてくれた方が嬉しかったんだけどな。さて、これをちゃんと組む。いい解決策は思いつかないですね、今のところ。もう究極的にはレジンで複製しちゃうしかないのかな。複製って今までやったことがないんで、そのチャレンジも兼ねてやってみるのもありなのかもしれないですね。過去のトラウマを克服するためにはやはりそれ相応のチャレンジが必要っていうことですかね。
といったところで本日の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。もしトラウマ克服チャレンジをやったらまた動画にしたいと思いますので、お楽しみにお待ちください。数年単位で待っていただければと思います。それではさようなら。